自分のトレーナーがいかにひどいかを友人に愚痴っていたら逆に興味があるから体験したいと言われ取り持ったらすごく気に入られてしまいトレーナーの担当には自分なんかよりも真面目なこの子の方がいいのではと考えてしまうひしミラクル。ねえねえ聞いてよ、私のトレーナーさんの話。また？違うから、これは被害報告。被害報告多くない？今日で今週3回目かな。やっぱり多くない？多くないよ、それだけ被害が多いってこと。まあいいけどね。それで、今回はどんな被害なの？昨日のトレーニングなんだけどさほどほどにしとこうかなって流してたらすかさず追加メニュー出されちゃったんだよね。それミラコがサボろうとしたからでしょ。違う、私はその日の風と芝の状態を考えてほどほどにすべきっていう判断をしただけ。それをサボりって言うんだよ。違うんだって、ちゃんと戦略があるんだって。それでトレーナーさんはなんて？中央のトレーナーを舐めるなよ。って、見抜かれてるじゃん。見抜き方が怖いんだよ。なんでわかるのってなるもん。それはちゃんとミラコのことを見てくれてるってことじゃん。それはそうなんだけどいいトレーナーさんじゃん。いやいや、そういう単純な話じゃないんだって。なら無理じゃないとこまでやるぞって言われて。まあこっちも引け目があるから話だけは聞いてみるわけなんだけど無理じゃない範囲が思ってたより広いの。引け目がある時点で被害報告はおかしいでしょ。本当にひどいんだって、私のトレーナーさんは。怒鳴ったりはしないんでしょ？怒鳴らないよ。じゃあ優しいじゃん。違うって、怒鳴らない鬼なんだよ。怒らないし声も荒げないし無理やり走らせたりもしないのに気がついたら走ることになってるんだよね。本当に怖い人だよ。ミラコの扱いに慣れてるんだね。っていうかミラコさっきから愚痴ってる顔じゃないよね。どういうこと？なんかちょっと嬉しそうだもん。嬉しくない、全然嬉しくない。だってこっちは被害者なんだよ。本当に被害を受けてたらそんなにトレーナーさんの話しないよ。するよ、注意喚起だもん。注意喚起にしては愛が漏れてる。漏れてないし。あ、いいこと思いついちゃった。いいこと？今度ミラコのトレーナーさんにちょっと見てもらおうかな。え？そんなに鬼なら一回体験してみたいもん。ミラコがそこまで言うトレーナーさんってどんな感じなのかなって。いや、やめておきなよ。軽い気持ちで近づくものじゃないよ。本当に走らされるよ。そりゃ走るでしょ、トレーニングなんだから。それはそうだけど。ミラコから聞いてみてくれない？ミラコのオフ日に私を見てくれるように。やめといた方がいいと思うけどな。でも体験してみないとわからないし。いやでも。そんな渋らないでよお願い。渋ってるわけじゃないんだよ。トレーナーさんも忙しいだろうし。そう、私の担当するだけで手一杯だと思うし。私ってばすぐにサボろうとするからトレーナーさんも大変だと思うんだよね。それ自分で言う？まあそういうことだから悪いけど諦めてもらって。ああ、わかった。え？なに？ミラコってば自分のトレーナーさんを独占したいんでしょう。は？その反応は図星だなぁ。違うし、そんなんじゃないし。じゃあなんでそんな必死なのさ。必死じゃないし。じゃあ聞いてくれるよね？トレーナーさん自身が無理って言ったのなら私も諦めるからさ。わかったよ。聞くだけ聞いてみるから。やったー。でも本当にきついからね。後で文句言わないでよね。ミラコ、おはよう。あ、おはよう。昨日だったよね、トレーニング見てもらったの。うん。どうだった？すごいきつかったでしょ？まあきついのはきつかったけどね。でしょう？だから言ったのに。でもすごいわかりやすかったよ。え？事前に私のデータを集めてくれてそれを元にメニューを組んでくれたよ。最初に今日の目的を説明してもらってから今の走りだとどこがダメなのか教えてくれてじゃあ次はそこだけ意識してみようって。ミラコもトレーニングの時っていつもそんな感じなの？まあ、そういう感じかな。でね、トレーニング続けてる最中でちょっと足が止まりかけたの。そしたら今日はここまでにしようかって。無理にもう一本とかはなくて今日はよく動けてたからこの状態で終わるのが一番いいって。トレーニングの振り返りでもできたところちゃんと拾ってくれてさ、あれ嬉しかったなぁ。
ただきつくするんじゃなくてこっちが納得できるようにしてくれるっていうか。まあ、私のトレーナーさんだからね。私の感想としては鬼っていうよりちゃんと見てくれる人って感じかな。ちゃんと見てくれる鬼だから。でも指導を受けて思ったね。やっぱりミラコがだらしないだけだって。だらしなくないし、私は持久力温存型なだけだし。都合のいい方だな。でも本当にいい人だった。また見てもらいたいかも。本気で言ってる？本気、ちょっとアドバイスもらっただけで走りが良くなったって実感できたもん。へえ。ミラコどうかした？なんで？だってさっきから雰囲気が違くない？普通だって、いつも通りだって。そう？そうそう。まあ私のトレーナーさんだからね、いい感じなのは当然というか。出た、私のトレーナーさん。だって実際に担当だからね。事実だからね。そうそう、トレーニング終わりに言ってくれたんだよね。きつめのメニューをよく頑張ったなって。あれさなんか不意打ちでちょっとグッときちゃった。私にも言ってくれるから。いいな毎日言ってもらえて。毎日じゃないよ。そうなの？ちゃんとやりきった日だけだから、手を抜いた日は言ってくれないの。あれ？じゃあ昨日の私は。やりきったから言ってもらえたんだよ。へへへ、ミラコにもトレーナーさんにも無理を言って引き受けてもらったから手を抜くわけにはいかないからね。ミラコ？なんか体調でも悪い？そんなことないけど。でも顔色悪くない？保健室行く？大丈夫だから、気のせい気のせい。それならいいんだけど。それはそうとミラコさ、また見てもらえるか聞いといてくれない？また？お願い、私も強くなりたいんだもん。わかったよ、今日のトレーニングの時に聞いてみるね。ありがとうミラコ。私なんかより一生懸命な子の方がトレーナーさんも期待外があるのかな。トレーナーさん。おう、どうした？ちょっと聞いていいですか？なんだそんな改まって。いや、別に改まってないですけど。で？あの子がまた見てほしいって言ってて。本当に手が空いたタイミングならいいが定期的にとかはさすがに無理だな。俺はミラコ一人で手一杯なんだよ。あの子には悪いけどな。それはつまり私が手がかかるから他の子まで見られないってことですよね。まあそうだな。トレーナーさんって真面目な子の方が期待外あると思います。唐突だな。いや、ほら、私ってサボり癖あるじゃないですか。あるな、手がかかる要素の一つでもある。自覚はしてるんですよ、私も。自覚してるなら改善しろ。だからちゃんと毎回全力で一生懸命な子の方が伸ばしがいあるんじゃないかなって思ってですね。回りくどい言い方をするな、時間の無駄だ。聞きたいことはそんなことか？違うだろ。参ったな。なんでもお見通しですね。俺はミラコの担当だからな。昨日の子、すごく真面目だったでしょう？そうだな。ああいう子の方がトレーナーさんに合ってるんじゃないかなって。私みたいにサボらないし、言い訳もしないし、手もかからないし。だから、あの子みたいな子を担当した方がトレーナーさんのためにもいいんじゃないかって。なんだと？私だって知ってますよ。トレーナーという職業は結果を出してなんぼだって。そのためには私みたいな馬娘よりもあの子を担当した方がいいですって。バカなこと言ってる暇があるならトレーニングの準備をしろ。え？自分で言っただろ、トレーナーは結果を出してなんぼだって。言いましたけど。そのためにはミラコの力が必要だ。私の力が？確かにミラコはサボり癖もある厄介な馬娘だ。はっきり言いますね。自覚してるんだろ？そうですけど。だがな、秘めたポテンシャルは無限大だ。そんなこと。そんなことある？ミラコはな、まだ自分がどれだけ走れるか知らないだけなんだ。え？それを気づかせられないのは俺の責任だ。自分がどれだけの馬娘なのか本人が分かってない。それが分かった時ミラコは一気に化ける。本気のミラコがどこまで通用するか俺はそれが見てみたい。
国内なんて目じゃないぞ。凱旋門賞やブリーダーズカップすらミラコの足は届くと俺は信じている。だから他の子の面倒を見てる暇はないということだ。それってもしかして、私期待されちゃってます。だな。うわなんだ？いやそこまで期待されちゃったら仕方ないなって。仕方ない？そこまで期待されちゃってるのなら答えるしかないじゃないですか。やる気になってくれたか。仕方なくですけどね。まあなんでもいいが。ニヤニヤするな、気持ち悪い。してません。いつまでそんな顔していられるか見ものだな。ミラコのやる気に俺も応えてスペシャルメニューでいこう。覚悟しろよ。できれば段階を踏んでいただけませんか？ウマ娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。